さあ第5回おかちゃん YouTube 始まるぞっていうことで、この前ですね、那須のドライビングパレットっていう、サーキットへ行って、少年の個人レッスンをやってきました。そこでですね、いろんなことがあったんですけれども、ゆっくりゆっくりゆっくり勢いだけで自分の中にイメージができてない。もう勢いで「オラ!」っつって行き当たりばったりだろ。その後の対処のしようがないだろ。あれじゃダメ。ちょっと休憩。はい。行け気をつけてね。はい。いいよ、てっちゃん。岡村さん紹介して。疲れちゃうから早く早く。早く早く。あ、片手だ。いや。いった。上がった。岡村さんおじいさんじゃないね。強い。はい。乗った方がいいね。Okamura's teacher is a little, his face is a little scary, but he's kind, so don't be afraid of him. Nice. 最初
初のサイドブレーキがだいぶ生きてるね。レッスンカーって誰が乗っても乗りやすいんだな。あれ乗りやすいですよね。すぐバーストしちゃいますもん。自分の車のように操ってんもんね。あいつね。はい。遠慮知らないやつだね。してないですよね。本当にもう親とそっくりだわ。簡単に治るって。簡単には治んねえよ。もうお前何台車壊せば気が済むんだよ。ドライブサービスが I feel so bad for Fukuzawa-san because he's gonna have to clean this entire mess up. もう2台だよ2台。 Look at that. あと10分残しでもう車全部撃沈です。この男が壊しました。クラッシャーですね。アームもちょっと。岡間さん、これ対処するには最悪です。3台目持ってくるしかないですかね。誰叩いた2台で足りない。Oka-chan's face is a little scary, but he's a nice people, so don't be afraid of him. こうやって2台も車壊しちゃってこれ大変なことなんだからね、普通の人は。合ってんの？はい、普通乗れないんだよ。はい、誰のおかげで乗れてんの？岡村さんです。だよな。はい、誰のせいで誰のおかげで上手くなってんの？岡村先生です。そうだろ？はい、岡村先生ありがとう。岡村先生ありがとうございます。よし。じゃあ今日はこれで終わり。はい。それの修理を今日はやってみようということで、ただ修理したんではつまんないので、ショップとしてちょっとしたヒントで、こんなにも変わるんだよっていうことを始めたいと思います。では行ってみましょう。ひどいでしょこれ。これだとまっすぐ走ることができません。これはどういうことかっていうと、このタイヤを支えているナックルっていうパーツがあるんですけれども、そこがいろんなコースアウトしたりスピンしたり縁石に引っ掛けてみたり、そういうことの経年劣化で最終的にパリッと折れてしまったという。これを今から修理しますから、今準備します。少し待っててくれ。さあ見てください。これもう見事にバッキリ下が折れちゃって、ロアームから、ナックルが生えてるんですけれども、ここがもうほら見てこんなに割れちゃってんのね。これじゃ走れるわけないでしょ。これを今からサクサクと直していきたいと思います。じゃあ始めます。よっ、じゃじゃん。ほらここ折れちゃってんのよ。やったぜ。はい、取れた。すごいちぎれよう。これ自体はもう治らないけれども、まあ新しいものを作ってちょっとだけひねりを入れて今から取り付けしていきますね。
これがここが折れたんだけれども、ここに対して、ロアームがついてこっち側にホイールがついてるわけですけれども、ここの軸にすごいこういうストレスが常にかかるわけですよ。でなおかつここにハブの取り付けがあるネジの部分でここが若干薄くなってるんですよね。ですからここからポキッと折れるっていうことなので、我々チューニングショップとしては別に大したことでもないんだけれども、ここの軸を保護してあげるということで補強したらどうなのっていうことです。こっちとこっち側に橋をかけてあげて補強することによって、今までヤシオファクトリーでもう何十年も補強してる車あるんですけれども、まず壊れたことがない。もちろんこれの対策としてですね、32GTR、33GTR のこのナックルっていうのがあるんですけれども、それはアルミでできててまず壊れることはほとんどない。ただ、値段的に言うと、10万円以上しちゃうものなので、ちょっとシルビアユーザーにとってみたらすごい高価なパーツなのかな。要するに何でもお金を出せばいいものはできるんだけれども、それでは全然頭がないので、やはり安価にできる補強っていうのですね、これをちょこっと溶接するだけで本当に素晴らしいことで全く壊れなくなるんで、この辺をチューニングショップとしてやれば量販店にはない技を見せてあげようと、そういうことです。こうやって鉄板をですねここに合わせて削って、ここでこう橋をかける。これによってここの真ん中センターが補強がつくので、まず壊れることがなくなるという、実にこれ簡単なんだけれども、最初のうちは結構厚めの鉄板使ってたんですけれども、今はうちは 3mm 材を使ってますけど、 3mm 材でもまず折れることはないので簡単でしょ。こんななんかこうちょこっとした加工が、せっかく直してもまた割れちゃうんじゃ大変なんで、すごいこれいいと。できたでしょ。ここを溶接するだけね。このぐらいのことはね誰でもできるから、誰でもできるかどうか分かんないけど、チューニングショップだったらこのぐらいできないとね当たり前だから。あとはハブつければもう終わり。簡単でしょ。さあ修理終わりました。加工溶接加工を入れても約1時間ちょっとぐらいで、修理はできます。ただ若干、これを緩めたりしてるので、ここからアライメントも取って修理完了。
今までよりも10倍補強、10倍、強度が出たナックルが出来上がったわけです。本来でしたらね、うちの場合はこういうブッシュを全てフルピロにして20年前から走ってるので、このフルピロのピロボールっていうのがすごく高価なものなので、せっかくピロを入れたのにここがポキッと折れてナックルがダメになっちゃったらこれを再使用できないのでっていうことでこの補強を入れたんですけれども、10万円ぐらいする GTR ナックルと何ら変わりがない性能を発揮するんで、皆さんもですねこういうことを、自分の通ってるショップでお願いしたらいいと思いますよ。どうよ、見てくれよ。タイヤの位置もパッチリ直ったしね、すごいでしょ。ね、こんなの、ヤシオファクトリーにとってはノウハウなんてものではないんだけれども、これからもハウトゥーとしていろんなことをやっていくから、みんなチャンネル登録はこれは見てるみんなの義務ですよ、義務。わかりましたか？俺も一生懸命やるんだからちゃんと登録してください。もちろんこれですよ、これにコメントもどしどし応募してます。じゃあまたね。いや寒いし疲れたし腰も痛いし。もしかして疲れたおじいさん？てめえなんでおじいさんなんだよバカ野郎。なろ。